殺人の果て。雲の十座。とうとう妻を殺してしまった。私は白い液体をかき回しながら独り言を言った。その白い液体は大きな金属製の桶に入っていた。桶の底は電気の熱で温められている。手を休める暇は少しもない。白い液体は絶えずぐるぐると渦を巻いてかき回されていなければならない。液体は白くなってきたが、もっともっと白くならなければならないのだ。まだまだかき回し方が足りないのに違いない。私は落ちてきた実験用の白衣の袖をまた肘の上までまくり上げた。実はこの白い液体の中には妻の死体が溶け込んでいるのだ。ある3つの薬品をある割合に配合し、ある濃度に薄めて、ある温度に保っておくと、人間の体が一番溶けやすくなる。これは長年私が苦労して得た研究の成果だった。しかし、死体を放り込んでも、砂糖が湯に溶けるようにずるずると簡単には溶けない。長い時間が必要だ。そして十分な注意と忍耐も必要だ。例えば、死体が溶けて、濃度がある箇所だけ濃くなりすぎると、すぐにその部分が変質して、不溶解性の新生物を生ずる。その上、攪拌の難しい技術が必要だ。だが、妻を殺す必要はなかった。私は先ほどから払いのけてもまた泉のように湧き上がってくる後悔をどうすることもできなくなった。殺すまではどうしても殺さなければ我慢できない妻だったが、こうやって殺してしまうと、殺すほどのことはなかったのだという気がする。その上、この死体の始末がとても大変だ。警官が事件に気づいてここへ来るまでには、指一本残らず溶かしてしまわなければならない。気のせいか、液体はだんだん白くなってきたようだ。いよいよ十分に溶けてきたらしい。その時、入り口をノックする者がいた。ちょっと開けてください。私はチェッと舌打ちをした。警官だな。もうあと少しというところだ。今ドアを開けられては困る。黙っていよう。私は
液体をかき回す手を早めた。額から汗がボタボタと落ちて桶の中に入る。私は顔を横に曲げた。どうして開けてくれないのですか？ちょっと開けてください。警官のやつ、イライラしているぞ。なんと言っても開けるものか。そしてこの間にすっかり溶かしてしまわなくちゃ。だが殺さなくてもよかったのに。と私はまた後悔した。殺したばっかりにこんな一生懸命に機械の真似をしなければならない。その上苦手な警官に顔を合わせなければならない。なんてそんなことを私はやってしまったのだろう。その時入り口がパッと左右に開いた。予想の通り警官が現れた。ついに入ってきたのだ。合鍵で開けたのに違いない。警官は私のそばに来ると、無言のまま液体を覗き込んだ。私はうんうんうなりながら、夢中になって白い液体をかき回した。警官は何も言わない。何も言わないと、私の心臓は警官の手に握られているようで不気味だった。液体をかき回している腕の動きがなんとなく鈍くなるようだ。液体の表面に触りそうなくらい顔を近づけていた警官がうむとうなった。私はドキンとした。なんだかちらりと赤いものが液体の中に見えたように思った。だがよく見るとやはり白い液体が渦を巻いているだけだ。私は平気を装った。だがその努力は間もなく無駄になってしまった。赤い塊がちょろちょろと液体の表面に浮き上がってきたのだった。私は慌てて力を入れ、急速にかき回した。すると、意地悪く強くかき回せばかき回すほど、ぽくりぽくりと赤い塊が数を増やして浮き上がってきた。私は恐怖に真っ青になって液体をかき回した。すると今度は両腕が全く動かなくなってしまった。警官が私の腕をしっかり押さえてしまったのだった。万事休す。私は妻を殺すつもりはなかったのです。嘘は言いません。本当なのです。私はよくそれを知っています。私はポロポロ涙を流しながら警官に訴えた。桶の中には白い液体が生き物のように一人で渦を巻いている。
しかしその液体には今明らかに大きい赤い塊。それは妻の肉の塊だった。がぽっかりと浮かんでいた。執念深い肉の塊だった。恐ろしさのあまり急にめまいがした。そして育児なくその場に倒れてしまった。しかしなおも私は叫び続けた。私は妻を殺す気はなかったのです。妻を殺す気はなかったのに、とうとう殺してしまった。私はなおも叫んでいた。はっはっはっは。女の笑う声がする。おお、あれは確かに死んだ妻の笑い声だ。声のする方を見ると、いつの間にか妻が私と肩を並べて歩いている。はっはっはっは。と妻は笑い続ける。私は急に恥ずかしくなってきた。妻は生きていたのだ。それなのに、私は妻を殺したと怒鳴っていたのだ。そして人もあろうに妻のやつにすっかり聞かれてしまった。まあよかった。と私は恥も外聞も忘れて妻に話しかけた。私はお前を殺したとばかり思っていたよ。お前は生きていてくれてこんなに嬉しいことはない。何を言っているのよ。と妻はにやりと笑った。あんたはあたしを殺したに違いないわ。脅かさないでくれよ。今お前は私のそばにこうやって肩を並べて歩いているじゃないか。そうは言ったものの、あの嫉妬深い妻がまたしてもそばにへばりついているのかと思うと、私は体の力が一瞬で抜けてしまうように感じたのだった。あんたはずいぶんおバカさんね。妻はおかしそうに笑った。なぜさ。私はむっとした。そうよ、おバカさんに違いないわ。一体あんたはなぜあたしのそばにいるのか、よく考えてごらんなさい。あたしはあんたに殺されてしまったのよ。死んだ人間なのよ。その死んだ人間とあんたは肩を並べて歩いてるんじゃないの。どうして死んだ人間と並んで歩いていけると思う？そんなことができる場合はたった一つだけよ。それはね、あんたも死んでしまった場合なんだわ。つまりあんたは生きていると思っているらしいけれど、本当はとっくの昔に死んでしまっているのよ。妻殺しの罪で死刑になったんじゃありませんか。ほっほっほっほ。妻の笑い声が終わるか終わらないうちに、
今まで歩いていたと思った野原の景色が急に薄くなって、いつの間にかあたりには真っ白な雲が渦を巻いていた。確かにそれはあの世の風景に違いなかった。私は恐怖のあまりその場に立ちすくんだ。ある夜の夢より。